여러분, 처음 아침입니다. おはようございます。韓国2日目です。なんか雨予報だったんですけど、カラッと晴れました。夕方からは降るっぽいんですが、ということで今日は朝から朝ごはんを食べにですね、カフェに行こうと思います。なんかね、今から行くベーグル屋さんがインスタとかで見た感じめっちゃ可愛くて開放的な感じだったので、しかもこの時期にしか行けなさそうな雰囲気のお店だったので行きます。で、電車に乗って行きますよ。昨日爆買いしたんで結構物欲は抑えられておりますが、食欲はまだまだたくさんあるので美味しいものいっぱい食べに行きます。では2日目スタート。韓国のご飯屋さん通りチョンロサンガという場所でございます。道なき道ですけど Google マップ上にはない道を進んでいきます。皆さん昼頃から開店開始するのかな。オンジジムと読むんでしょうか。めっちゃ並んでるかも。めっちゃ並んでるかも。こちらです。ここめっちゃ並んでない？美味しそう。朝ごはん届きました。飲み物アイスアメリカーノとエスプレッソ、そしてベーグル3種、秋なんで小熊さつまいものベーグルとチョコレートとオニオン系のベーグルで、これに付け合わせのスプリングオニオンを注文しました。美味しそう。いただきます。なんか韓国人というよりは日本人もそんなにいなくて欧米諸国系の方が多い。いただきます。アイスアメリカーノから。うまっ。美味しい。絶対美味しいやんこれ。これをオニオンディップして食べるとベタベタに。うまっ。いっぱいつけます。めっちゃ美味しい。もちもち。めっちゃもちもち。幸せな朝だ。めっちゃ美味しい。持って帰りたいぐらい。チョコ。うまっ。なんか白あんみたいなさつまいものペーストが入ってる。うまっ。韓国ってさつまいも系のスイーツ美味しすぎる。うまっ。美味しい。
本殿にやってきました。本殿はね、学生とか若者がたくさんいます。ナイトクラブとかもあるから本当に若者の街って感じで、ちょっとなんか雑貨とかアクセサリーがいいなったらいいなと思って散歩中。さっき可愛いなと思って通り過ぎたカフェにやっぱり戻ってきました。そしてなんかね、朝晩寒いけど昼めっちゃ暑いんで喉が渇いたんで、こちらのカフェにお邪魔します。アップルシナモンラテにしました。ちょっと朝コーヒー飲んだんでね、甘めなでちょっと秋っぽいもの。歩き疲れました。うまっ。無印良品にもあるアップルシナモンラテ、あれも好きやけど似てる味でアイスも美味しい。はい、今からちょっと遅めのお昼ご飯、サムギョプサル食べに行きます。しかもサムギョプサルはサムギョプサルでも黒豚、チェジュ島の黒豚を使った牛さんのサムギョプサル豚や、豚でした、牛じゃない、豚のサムギョプサルのお店に行きます。なんかTWICEのメンバーも行ってるらしい。楽しみです。腹ペコです。お店が見えてきました。お、すごい。なんか煙が出ている。すごい洞窟みたいな。ブレイクタイムって書いてる。3時から4時。なんということでしょう。お店がお休みでした。お休み中です。投資で空いていると Google マップでは書いていたのに。お昼ご飯に行きたかったお店がちょっと昼過ぎ遅くに行き過ぎて閉店っていうかブレイクタイムを取られてたので、他のお店を探したところですね、昨日の夜に食べたヨンチョンヨンファにまた来ることになりました。この滞在中に2回まさかの同じ店に行くという。昨日はユッケ食べたんですけど、今回はお肉を食べようと思います。またユッケ食べるかもしれないけど。で今ちょっと昨日はサクッと入れたんですけど、今日はなんかピーク、日本人がいっぱいいますけど、ピークの時間帯4時ぐらいなんですけどね、めっちゃ並んでます。6番目ぐらいです。で今待ってます。ユッケビビンバとチゲ、美味しそう。さてここからはモッパンのお時間です。まずは冷麺をハサミで切っていきます。この冷麺がね、本当にめちゃくちゃ冷たくて、めちゃくちゃ歯がキーンとなったのを覚えてます。まずはシンプルにそのままいただきます。これもめっちゃ美味しかったんですよね。さあそしてユッケビビンバについていた付け合わせのチゲも
めっちゃ暑いけどめっちゃ出汁が効いてて美味しかったです。ちょっとこの日冷えてたのですごく体に染みました。ここからしばらく私の食べてる時間が続きます。そしてレモンですね、お酢、そして大好きなからしを入れます。ちょっと味変です。この味変が好きなんですよね。キムチも食べながら、あとね、他にもそう、これプルコギを頼みました。めっちゃ熱かった冷ましてご飯と一緒にいただきます。なんかね、パッと見プルコギちょっとスープの中に入ってる水分多めのプルコギだったんですけど、このね春雨とお肉とだしの相性がめっちゃ良くてですね、ご飯がめちゃくちゃ進みました。なんか自分の食べてるシーンずっと見てるの面白いですね。なんですね、ホテルに帰って休憩して着替えました。そして雨が降っております。なんか今からですね、ちょっとまたミョンドンの方へ向かいたいと思いますが、今日は韓国最後の夜でございます。ちょっと外食は結構もうできたので、ちょっとチキンをテイクアウトしてですね、それでチキンパーティーしようと思います。まだ空いてるかな。まだ6時半とかなんだよね。結構なんか傘さしてるから人が多く感じるけど、なんか昨日のミョンドンに関しては夜もうすごい人で、原宿の竹下通りみたいになってました。いつもこうなんかな。ルルレモン、世界中どこでもルルレモンはルルレモンの匂いがする。さて、ミョンドンのルルレモンにやってきました。アジアの日本以外の他の店舗に行くのは初めてで、価格帯どんなもんかなと思いつつ、大好きなブランドなのでちょっと物色しておりました。たくさん起用してるモデルさんが違うのかな。あ、ソウル赤タグがついてる。赤タグではないか。ちょっと安くなってるかもですね。ボトルも可愛い。あ、待って、韓国語書いてる。ファンファムン、ファンファムン、効果門、効果門。あれ、ルルレモンに東京は多分こんなんなかったはず。渋谷に行ったらあるのかな。ほら、これとかさ、これソウルタワー、ソウルタワーだ。ソウルジャック。これ何？これ何するやつやろ。韓国って店舗でかいよね。アロもそうだけど。雨ですけど屋台、何屋さんだ、海鮮系か。すごい、さすが韓国、屋台がにぎわってる。あ、チキン屋さんもある、ラーメンもある。でも外で食べるのはちょっと雨の中どうなんだろう。ライフレンズスクエアミョンドン、なんか一番でかそうなお店。多分昔ここに大きいクマもいた気がする。なんかちょっと今更やけどぬいぐるみ可愛いから見に行きます。
意外にもですね、私キャラクターものが大好きでして、こういうのを見るとテンションが上がってしまうんですよね。そう、このね、黄色い鳥とかブラウンとかラインフレンズのキャラクターも大好きだし、もうすごい可愛いものがいっぱいでめちゃくちゃ癒されました。そしてですね、あるお目当てのブラウン、この茶色いクマのぬいぐるみをね、ずっと探していたんですけど、なかったんですよね。そう、ここにもいっぱいいるのに、なんか新しい新キャラが出ていてね、そっちばっかり置いてありました。Do you have this brown No, we cushion? don't know. Do you know that where the store? Any other store? Any other store? Yeah, No. no. Wow. Why? This doesn't sell you selling that? Why? The finish? It's yeah. over? Brown cushion. No, no. クッションがとにかく欲しかったんですけど、残念ながらなかったので、このカカオフレンズのライアンを購入しました。あれ何やったかな、なんてやつだったっけな、なんかファッションショーとかイベント系いつもあそこでやってるんですよね。トンデムンデザインプラザ、なんかやってるんですかね。ここはトンデムンにあるファッションショーとかなんかのイベントをよくやってますね。よく韓国ドラマでも出てくるこのロケ地、そして前を歩く日本人軍団の皆様についていけば、多分おそらく私が今行きたいであろう目的地と一緒じゃないかなと思います。はい、トンデムンのミミラインというところにやってきました。本当はファッションエリアというか、アパレルがたくさん売っている建物のところに行きたかったんですが、卸市場が日曜日やってなくてですね、ちょっと残念ながらここにやってきたわけですけれども、こちらにもですね、たくさんのアクセサリーがこんなにたくさんあるんです。でこれをね、見るだけでも楽しいんですけれども、なんかこの宝探しみたいな感じでですね、自分に合うものを探すのが楽しいんですよね。他にもこういう日本のキャラクターもの、しんちゃんとかサンリオ、ポケモンもたくさんありました。なんかこういうのはね、学生さんたちがお揃いでつけてるイメージですね。あとこういうスヌーピーのバッジとかアクセサリーも可愛い。そしてレジ前のこのカートにですね、まんまと吸い寄せられてですね、このトラベルサイズのスキンケアトナーだったり、歯磨き粉だったりですね、こうね、ばらまきにちょうどいいサイズのものたくさんあったんですが、ちゃんと自分の欲しいものを厳選してですね、購入しました。残念ながらですね、韓国2日目大雨だったんですけれども、たくさん買い物できました。さあ続いてですね、韓国最後の夜ですね、キョンチョンチキンにやってきました。チキンキョンチョンチキンといえば醤油ガーリックがベーシックな味だと思うんですが、醤油チキンとハニーチキンにしました。ハーフ&ハーフにしました。あとコーラもつけて25,000ウォンです。でね、なんかテイクアウトバッグがめっちゃ可愛い。見えるかな。後でもらった時にも撮りますけど、野球のイラストが描かれてます。わーい、ということでチキンパーティースタートです。画面から匂いがプンプン香ってきそうなこの絵力、こちらが醤油ガーリック、ガツンと醤油ですね。そしてこっちがカリジュワのハニーチキンでございます。コーラとピクルスも一緒です。そしてさっき言ってたこのトートバッグ、お持ち帰り用のバッグがですね、韓国のプロ野球チーム LG ツインズとのコラボのバッグでした。めっちゃ可愛い。
ちょうどねこの頃なんか韓国でいう韓国シリーズ、日本シリーズみたいな最中だったんで激アツでした。では早速いただきます。はい、ホテルのベッドの上でお行儀悪くですねいただいております。この手袋がついてたんですけど、ずっとおしぼりだと思って使わずに食べきってしまいました。そして、私の後方にはですね、テレビ愛の不時着視聴中で止まっております。韓国のホテルでわざわざ韓国ドラマを見るというですね。さあ、この顔です。めっちゃ美味しかったんですよね、この醤油ガーリック。この眉間にしわ寄ってる感じ見てください、私の顔。もう匂いがね、本当にもうたまらないんです。もう、あんまりね、ホテルで食べると、その日の夜かなりちょっと寝苦しい、香りが寝苦しくなってしまうんですが、そんなことを気にせずバクバクと食べています。さあ、続いて、ハニーチキン。こちらがね、カリッとじゅわっとしていて、こちらもこちらでたまらないんでございます。さあ、大きな口を開けて、美味しいよね。なんか日本のチキンとはまた違うんですよね、これがね、また。なんか韓国って、ずっとこれ本当は現地で喋ってたんですけど、マイクの調子が悪すぎて今、急遽後ろっていうかその後に撮っております。この時話していたのはですね、韓国って本当にチキン文化で、サッカー見るときとか野球見るときとかね、お家でなんか観戦するときとかは、チキンを食べる文化っていうのを、幼い頃韓国ドラマを見ながらですね、韓国はチキン食べるんだと思って韓国イコールチキンで憧れておりました。そしてこんなん絶対合うよね、コーラと一緒に。わあ最高。はい、最終日ですね。ロッテマートにやってきてキムチコーナーに寄ったらですね、アジュンマおばさんにですね、タコくださいと言うまで返さないぞみたいな感じで、一生この試食させられる瞬間を皆さんにお届けしております。これずっとね、この韓国語と日本語交えてタコくださいと言えと、そしたら包むというですね、半ば強制的な、接客を受けておりました。結局たくさん買ってしまいました。ありがとうございました。最後までご覧いただき、また次の動画もお楽しみに。バイバイ。